これガラスじゃありません。3D プリンターで出力したものです。しかも 3D プリントする時のスライサーの設定はチェックを2つ入れるだけ。印刷時間は2時間もかかりませんし、フィラメント代は100円もかかりません。色付きの半透明フィラメントを使うとこんな感じで光が透けて綺麗です。今日はこの透明感の正体、スパイラルモードの使い方をご紹介します。デフォルトで始めてさらに実用的に仕上げるところまでやります。こんにちは。東京九段工作ラボにようこそ。皆さん、スパイラルモードって使ったことはありますか？私も最初は知らなかったのですが、使ってみたら楽しくていろいろ作ってしまいました。通常の 3D 印刷は1層ずつ水平に印刷して1層終わったら次に縦のデッド軸を上げてまた次の層を印刷する、この繰り返しです。スパイラルモードは全く違います。ノズルが止まらずに螺旋状に一筆書きで下から上まで印刷します。壁が1枚だけの構造になるので継ぎ目がありません。だから表面がとても綺麗な仕上がりになります。そして壁が薄いので光が通りやすく、クリア系フィラメントの相性が抜群です。花瓶やランプシェード、筒状のオブジェなど上が開いたシンプルな形に使えます。壁が1枚だけなので、この花瓶でも印刷時間は1時間40分、フィラメントの消費も 33g と少ないので気軽に試せます。では実際にやってみましょう。今回はバンブラボのペット G トランスルーセントを使います。その前に一つ大事なことがあります。ペット G は湿気を吸いやすい素材なので、必ず乾燥させてから印刷してください。水分が残っているとノズルの中で気泡ができて白く曇ってしまいます。フィラメントドライヤーで65度8時間が目安です。乾燥させるだけで透明感が変わります。では、これら印刷するモデルを用意します。今回はメーカーワールドやプリンタブルズで探してみましょう。ベースモードやスパイラルモードと検索してみてください。スパイラルモードに対応した花瓶やオブジェがたくさん出てきます。最初はシンプルな花瓶がおすすめです。気に入ったものが見つかったら STL でダウンロードしてください。3MF には作者の印刷設定が入っていることもありますが、今回はゼロから設定を説明したいので STL で進めます。では、バンブースタジオを見ていきましょう。それでは、スライサーの設定を見ていきましょう。バンブースタジオの場合です。その他のタブを開いてスパイラルをオンにします。すると、このような警告画面が出ます。意味は後ほど説明しますので、ここはとりあえずはいを押してください。オンにすると下にスムーススパイラルという項目が増えます。これもチェックしてください。底面からスパイラルに切り替わる時の段差を滑らかにしてくれます。ちなみにスパイラルをオンにするとバンブースタジオが自動でいくつかの設定を変えてくれます。壁の数が1になり、トップの層の数が0、インフィルも0になります。つまり壁が1枚で上は穴が開いた状態、中身も詰めない。スパイラルモードに必要な設定を全部自動でやってくれるわけです。先ほどの警告はこれ自動でやりますよっていうことの確認でした。補足ですが A1 や A1 ミニではスパイラルモードのタイムラプスの撮影は生成されません。一筆書きなので撮影するタイミングがないためです。印刷には全然影響ありません。速度も線の幅や積層ピッチもデフォルトのままで大丈夫です。これだけで冒頭にお見せしたぐらいの透明感が出ます。あとは印刷するだけです。ただ、このデフォルト設定には一つ弱点があります。丈夫に仕上げたい方はぜひ最後まで見ていってください。完成しました。どうでしょう、この透明感。光がそのまま透けてとても綺麗に仕上がってます。ただこれ壁が薄いんです。そこを見ると半透明で叩いてみるとこの通り薄いのがわかります。もう少し丈夫にしたいですよね。実はこれペコペコやってる間にこう壊れちゃうんですよね。実はこれから説明する設定を3つやるだけでこ
こういう風にツヤのある丈夫な仕上がりにできます。では、その3つを見ていきましょう。これから説明する設定を3つやるだけで、こんな風にツヤのある丈夫な仕上がりにできます。まず、外の壁の線の幅です。デフォルトは 0.42mm ですが、これを 0.65mm に変えます。合わせてフィラメント設定の流量比も 0.95 から 1.01 に上げてください。 0.4mm のノズルから 0.65mm の幅で押し出すので、デフォルトの流量だとわずかに材料が足りないことがあります。スパイラルモードでは線の幅がそのまま壁の厚みになります。 0.42mm だと紙のように薄い。0.65mm にすると壁が約 55% 厚くなってちょっとしっかりした壁になります。ただ、壁が厚くなると光が透過する距離が増えるので、透明度は少し下がります。さて、次は冷却ファンの設定です。ファンの速度を 0% にしています。3D プリントの層と層は境目のプラスチックがお互いに溶け込むことで接着してます。暖かい状態が長く続くほどこの取っ組みがしっかり進んで層の境目が消えていきます。2枚の粘土を合わせてギューッと押すと境目がなくなりますよね。あれと同じで暖かいほど混ざりやすいです。ファンで急冷するとこの溶け合いが途中で止まってしまって境目が残って白っぽく曇ります。だからファンを切っています。最後に底面です。スパイラルモードでは壁は常に1層しかありません。底面だけが唯一層を重ねられる部分です。デフォルトだと底面は2から3層、つまり 0.4 から 0.6mm。どういうことかっていうと、名刺1枚ぐらいの厚さですね。で、今回6層にしてます。6層にすると 1.2mm になります。厚さは3倍ですが、強さは3倍どころではありません。これが3層ぐらいで6層になるとしっかりとした音になりますね。透明ペット G を検索すると速度を落としましょう、温度を上げましょうというアドバイスがよく出てきます。でもスパイラルモードはどちらも変える必要はありません。壁が1本の連続したラインなので隣のラインと溶け合う必要がそもそもありません。そして私もよく見たんですけど 0.8mm ノズルを使えっていうアドバイスも見かけたのでちょっとやってみました。こちらが 0.8mm ノズルでやったものです。確かに頑丈で印刷も早いと。ただ壁がかなり厚くなるので透明度は落ちます。0.8mm ノズルは 100% インフィルで透明な板を作るときに向いてます。この透明感を出すための印刷の Tips っていうのが素材が PLA か PETG でも違いますし 100% インフィルかこのスパイラルモードかでも変わります。この 0.8mm ノズルでやったやつも確かに透明度っていう観点ではちょっと透明度ないかななんですけど、質感としてはこれはこれでしっかりしていていいなって私は思いました。このチャンネルでは 3D プリンターをもっと楽しむためのアイデアや素材の使い方を紹介しています。AI を使った 3D モデル生成や新しいサービスの紹介なども行っています。見逃したくない方はチャンネル登録をしておいてもらえると嬉しいです。次はスパイラルモードが使えない形を透明感を出したいっていう場合に印刷する方法です。ここまでスパイラルモードの話をしてきましたが、スパイラルモードには形の制約があります。上が空いたシンプルな形でないと使えません。では、こういう形のものはどうでしょう。うちの社長猫です。サンルーの透明イエローペット G で印刷してます。こうやって光に透かして楽しめます。キャラクターものや複雑な形状ではスパイラルモードは使えません。でも、インフィルを 0% にして中を空洞にすると光が壁を透過してこの透明感が出ます。こちらがインフィルを入れて印刷したもの。内部の格子構造が光を遮ってちょっと曇ってみます。こちらがインフィル 0% です。中が空洞なので光がスッと通ります。
フィギュアみたいなこういう形はスパイラルモードが使えないので、通常の印刷モードでいくつか設定を変えて印刷してみました。まずこれ壁の数は3にしてます。スパイラルモードでは壁1枚ですが、フィギュアとかはこう腕とか耳とか細かい部分があるので、壁1枚だと脆すぎます。そしてスパースインフィルは透明度を出すために0。品質の継ぎ目のところは後ろ背面にしておきましょう。サポートは取りやすいようにタイプはツリーにしてスリムを選んでおきます。あとですね、この頭のてっぺんのような曲面が気になる場合は可変調の可変積層ピッチをオンにしてみてください。水平に近い面だけ自動で薄い層に切り替わるので、曲面が滑らかになります。火の光につかすと綺麗ですし、 LED ライトと組み合わせてもいい雰囲気になります。お気に入りのキャラクターで試してみてください。今回ね、いろいろ透明感あふれるペット G を試してみました。大きなランプシェードはサンルーの透明イエローです。本当ね、ランプシェードに使えるかなと思います。ただランプとして使う場合は必ず LED ライトにしてください。白熱電球だとペット G が変形する温度になります。というわけで、今日はスパイラルモードの使い方を紹介しました。今回は透明ペット G を使いましたが、普通の PLA でも十分楽しめます。こういう軽量の小物入れなども作れますし、印刷自体がシンプルなので気軽に試せます。スパイラルモードはバンブースタジオだけでなく、プルサスライサーやオルカスライサーなど他のスライサーにも用意されてます。今日お伝えしたかったのは、単にこの値にしてくださいではなく、なぜその値にするのかという理由の部分です。線幅を太くする理由、ファンを止める理由、底面を厚くする理由。理由が分かっていれば、自分のモデルや素材に合わせて調整できます。ぜひ実際に印刷して楽しんでみてください。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。コメント欄でこんなもの作りましたとか、この素材で試しましたなど教えてもらえるととても嬉しいです。編集後期です。インスタグラムのリールや YouTube のショートにはスライサーの Tips がたくさん出てきます。フィラメントメーカーさんも公式アカウントで便利な設定を紹介していて、映像を見るだけでも参考になります。ただ、同じ設定で試してもうまくいかないことがあります。で、うまくいってもなぜうまくいったのかわからないこともあります。作るものの形や使っている素材、プリンターの環境によって最適な値は変わるからだと思います。今回の透明ペット G でもネット上のアドバイスは少しずつ違ってて、最初はなぜ違うんだろうと疑問でした。なので数字をそのまま入力するよりも、その数字が何を狙っているのかを知った上で自分の条件に合わせて調整するのが一番確実かなと思いました。今日はそのなぜの部分をできる範囲で説明してみましたが、いかがだったでしょうか。実はこういう Tips を他にも試していて、例えば最近リールでよく見かけるエンボス加工のこのプレートをスライサーだけで作る技、これも試してみました。で、リールだとすごく簡単そうに見えますが、実際にやってみると意外と一筋縄ではいかない部分があります。これですね。そのあたりも含めて、長い動画でしっかり紹介できたらなと思っています。またこういった内容に興味あったらぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。